ベントの実際に来てます。静岡県にいます。では望月美香さんにお話をいたします。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ28個の質問なんですけれども、よろしくお願いいたします。お願いします。今日何食べましたか？朝ですか？はい。朝まだ食べてないです。日頃から食べないタイプ？食べる日も朝起きてお腹が空いてれば食べるし、お腹別に空いてなくて急いでたらもうそのまま出ちゃう。米派パン派みたいな。米ですね。米派。断然米。好きな飲み物。別にソフトでもアルコールでもいいんですけど。これあれですかね。ミルクティーが大好きです。ミルクティー。前から？昔からですか？昔からですね。尊敬する人。尊敬する人。それは仕事ですか？人生っていう感じですか？それだったらやっぱ母ですね。それだと母ですね。お母さん。お母さん。はい。どんなところが？うち両親共働きで父が単身赴任ずっとしてたんですけど、いないような時間がほとんどだったんですけど、ね、そうすると母が全部やってたっていうのがあって、その時は何も感じなかったですけど、今自分が働いて仕事をして生活してる時に、やっぱこれで兄もいるので、子供2人面倒見てってすごいなって改めて感じてます。いつも朗らかに笑ってそうなイメージがありますが、最近笑ったのは？最近笑ったのさっきいろんな人がね、いますから面白い楽しい人たちばっかりなので。休みの日ってどんなことしてます？休みの日は本当正直言うとベッドから起きたくはない日頃で疲れちゃった。あとうち犬がいてくれるので、ずっとくっついてたい一番いい休日です。仕事以外で夢中になってることってあります？仕事以外アニメ見ることです。どんな？最近最近だとこれ固有名詞言っていいんですか？いいでしょう。じゃあ日本三国っていうアニメに今放送してるのだとそれが一番グッとくるかな。じゃあ私もぜひ見てみます。ぜひ。お庭屋さんって植木屋さんだ、庭師さんだ、いろんな呼び方ありますけど、美香さんはどう私は職種、造園屋さん、ですね。子供の頃になりたかった。子供の頃、そうだな、覚えてないですけど、一応なんか卒業アルバムとかにこう書くやつに書いてあったのは博士になりたいって書いてありました。何系の？多分なんだろう、何系なんですかね。なんかわかんないけど、ちょっとかっこいいから博士って書いたんでしょうね。そんでなぜお庭屋さんになってる？専門学校に行ってるんですけど、卒業してるんですが、その専門学校が造園の専門学校だった。なるほどなるほど。建築系の学校で、でそこに行って、最初は外交の設計の会社に勤めさせてもらったんですけど、やっぱ設計しかしない会社だったので、その現場の職人さんたちと話がやっぱ噛み合わなかったりとか、できないよって言われてしまうことが多くて、本当にできないのかなっていうのがやっぱりこっちとしては言えないのが辛くて、だったらちょっと自分が現場に出てできるかできないかしっかり判断できるような、にならなきゃなと思って、外に出てみました。一番好きな道具って何です？一番好きな道具、でもいろいろあります。いろいろありますね。なんだろう、好き全部好きだし全部大事。全部大事。
金かかってますもんね高いね、まあ安いのももちろんありますけど、まあその時からするとやっぱ高いものを買ってるので、そうですね。全部大事、どれって選びきれない。選びきれない。道具に名前つけちゃったりします？あ、それはない。それはない。そういうのは見ないから。そういうのはない。あ、でも小安家ちゃんとかはいいです。ちゃん。はさみちゃんとって。はさみちゃんとか。はさみちゃん落としたから。はい。忘れられない現場ってありますか？忘れられない現場は。いっぱい。ありすぎ。いっぱいありるけど。その最初に修行させていただいてたところで。入らせていただいてた現場は全部ちょっと忘れられないかな。はい。仕事中ってどんなことを考えるタイプですか？なんか無心の人もいれば、段取り考える人もいれば。その時々にもよるんですけど。はい。なんだろう。お疲れ様です。もう切羽詰まってたらやっぱ次の段取りずっと考え続けるし。選定させていただいている時とかは無心だったりするし、どっちもあります。どっちもある。良い仕事ができたなと思うのはどんな時でしょう？まあ喜んでもらえた時ですよ。一番は。ただ自分で満足はまだないかもしれない。良い仕事ができたかなって思う瞬間ってあります？喜んでもらえた時。やっぱ喜んでもらえた時。で最近やったと思った仕事。最近どっちのやったですか？それでやったってことですね。そうですね。はい。これでも仕事なの？これ仕事なのかな？仕事。美香さんのところ聞きました？もうちょいですよね。じゃあその背景に行きましょう。はい、わかりました。なんかこうお世話になった人、まあ師匠とか先輩とか。みんなお世話になってるから。で忘れられない一言みたいな。私親方が2人見えるんですけど、そのうちの最初の親方のところにちょっと独立してやりますっていう時に。挨拶っていうか現場手伝いに行かせていただいて、挨拶行かせていただいた時に、まあ言われた一言が一番忘れられないかな。それはちょっと言っちゃってもいいならどんなこと？まあダメだったらカットしてください。まあ俺とまあ普通に、一般的に見たら俺と同じ立場になるんだぞ。なるほど。それを分かってちゃんと仕事しろよっていうふうに。あれはまあ忘れられないです。忘れないようにしてるのもあるし。はい。この仕事の一般の人が知らない面白いところ。一般の人が知らない面白いところ。まあだからほとんどのことを。そう多分、あんまりなんかバチってくる時があるんです。バチって。石を据えたりですとか木を植えたりですとか、まあ何でもそうなんですけど、なんかバチってここだみたいな時があって、それですかね。逆にこう辛いところみたいなのは全然終わらない時、なんか全然納得できない時が辛いですかね。10年後この仕事ってどうなってるでしょうね。まあ好きにこの業種ってことでしょ。お庭関係、造園屋さん。もっとすごくなってるのかもしれないですね。そうだといいですよね。わかんない。意外と、若い子がいないっていうふうに聞くこともありますけど、すごい若い子いたりする時もありますし、やりたいですっていう子がいたりもしてるので、それ見てるとなんかどっちかわかんないけど、なんか意外と職人って将来明るいのかもしれないなって。なるほどなるほど。はい、思います。じゃあその若い今からやりたいなとか、やり始めている若い、20代の子とかに、なんか一言アドバイスできるとしたらどんな？
私なんかがアドバイスできることはないですよ。ないですよ、本当に。頑張ってくださいしか言いようがないです。でも本当に無理なら、ちょっと無理っていうのも大事かなとは思います。なるほど。本当に無理だ。日頃から自然のものってたくさん扱ってると思うんですけど、逆に美しいと思う人工物ってありますか？建築物とかっていうでもいいですし、なんか素材みたいなコンクリートとか。私まあね、建築もすごいね、横っていうか中っていうか建築の中にあるものだと庭っていうのは思ってるので、そうだな、最初にわあすごいって思ったのは最初なのかな、わかんないですけど、東京にある西洋美術館がそうですね、人工物だとうわーかっこいいなって思ったのはすごい、まあ他にもいっぱいあるんですけど、あれかな、伝統って何か結構みんな自由に答えてます。そうなんですか。いや本当私なんかが言えるようなこと全くない。伝統、まあ続いてるものとか、続いていくものとかじゃないですか。じゃあ逆に自然ってどんなものですか？結構いろんな捉え方ありますよね。ネイチャーみたいな捉え方だし、自然体みたいな。なんだろう、不自然じゃないものじゃないですか。面白いです。はい。この仕事やりながら自分変わったなみたいな。変わってない感じが、変わりたいことはいっぱいあるんです。けどやっぱ端々で変われてないなって思うことが結構あります。よくしていきたい、そう、まあ言ってもらって、良くないなと思って変わりたいなってずっと変わろうと思って続けてても結局疲れてたりすると変わってないなみたいなことは。これからやってみたいこと。これからやってみたいこと。やっぱなんだろう、作りたいです。作りたい。はい。ボンボン作りたい。どんどん作りたい。この庭の仕事って一言で表すなら何でしょうね。難しい。難しい。何なんだろう。水野さんはさっきズバッと言ってましたよ。本当ですか？愛って言ってました。なるほど。当たり前にあって当たり前じゃなさそうなものかな。なんだろう。庭。庭作りか。庭作り。普通そうで普通じゃないんじゃないかな。庭ですよね。だって作ってんだから、人工物になるから。だけどなんだろう、自然に見せなきゃいけないから、そうですね。当たり前そうに見えて当たり前じゃない感じ。もし魔法の道具が手に入るとしたら何が欲しいでしょう？魔法の道具がドラえもん。そう。なんだろう。でも楽だからやっぱどこでもドア欲しいかな。どこでもドア。すぐ行けるから。すぐ行ける。寝て起きてすぐ現場入れたら楽だな。もうちょっと遠くかと思ったら現場に行くの。いや結構遠い現場呼んでいただいたりとかもあるんで、やっぱり移動って結構ロスっていうか、一番時間が有限だと思ってるので、時間を最大限使いたい。最大限使いたい。一瞬で行けるから、便利。あとコインパーキング代とかもかからなくなるし。そうですね。はい。今見えてる景色、心の景色でも今この視界に入ってるものでもいいですけれども、まあそれに対して一言何か。違和感があって違和感がない。違和感があって違和感がない。違和感があって違和感がない。まあ今日はイベントですからね。こういう非日常なのか日常なのかみたいなところが、
そうですね。じゃあどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。